苔を分類する名前を決める学問。ここまでやってくると初めて種がちゃんと区別できる。草の標本を見て初めて確信が持てますよね。とにかく標本はね、食らってもいいです。一番基本的なデータ、名前がはっきりするということですけどね。今日はですね、岡山県のオカモスハウスにやってまいりました。本日は苔の分類の研究者であります西村直樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。苔を分類する、分類学の分類するっていうのは、要は名前を決める学問みたいなことなんですかね。服部伸介先生は戸籍係や言ってましたね。これは何かなっていう時に他のものとの関連とかね、そういうのが常にきちっと分かるように、そういうことするのが苔のね分類や。なるほど。普通の人は図鑑を開いてその名前が書いてあって、苔でも何でもですね、その生き物には名前があるものだというふうに皆さん思っておられるかもしれませんけれども、その名前というのは実はその誰かがつけたものなんですよね。まあそうですね、人間がつけたものってことですよね。私はこういうふうにします。だけど他の人はいやいや、それは一つのものじゃなくて二つに分けた方がいいですよとか、そういうのが分類の世界ですから、私はこういう種類があると思うんですけどもどうでしょうかっつって、その理由をきちっとですね、これは他の種類とは違うこういうところに生えてるし、形はなんかこの辺がおかしいし、細胞壁もこの辺はこうなるしとかですね、そういう理由をきちっとつけていただければですね、年齢もキャリアもジェンダーも関係ないですから、でそれを他の人が見てですね、ちゃんと調べてみたら「お前そうなっとるわ」とかこれは新種にしなければいけないって言ったらもう新種としてちゃんと区別してという、そういう世界なんですよね、分類というのは。大学とか研究機関で研究されてる方じゃなくて、個人の活動として山に行って採取して比べてっていうところから新しい種類が見つかったみたいなこともあるんですか？もちろんあるわけです。ついこの前お亡くなりになった山田耕作先生はずっと学校の先生をしながら貝類の分類なさった方ですし、各地にですね、いわゆる大学とか研究所ではなくてやっとられる方、アマチュアの方でもですね、そういう方々はハイアマチュアというふうに呼んでるんですけれども、そういう方々があちこちにおられて、で今そういう方々がですね、どんどんもうお年になったりとか、お亡くなりになったりし始めているので、苔をちゃんとね、調べれる若い人がですね出てきていただかないとですね、例えば絶滅危惧種の調査なんですけども、全国にそういう苔が分かる人がいてですね、情報を持ち寄らないとできない仕事ですので。確かにそうですね、調査に行ってもそれがその苔なのかどうかが分からなければ、もう生えてるかどうかすら分からないそうですね。日本の野生植物というのを伊沢さんが写されましたけれども、この写真を写す時にね、私とか木口さんとか岩月先生とかが一緒についてって、この種類の特徴は何なんですかっつって我々に伊沢さんが聞くんですよ。でこうなっとるこうなっとるこうなっとる。でこの写真はですね、そういう特徴が出るように写されてるんですよ。学者の目線が写真に反映されてる。そうなんですよ。写真でその種の特徴を写すというのはね、非常に難しい。だから一般の方がなんとなくその苔をねパッと写してこれ何々苔ですかというのはね、そういう写真見てももう多分辺の仲間だぐらいはもちろんわかるんですけれども、種を特定するのはね、まず無理なんですよ。なるほど。伊沢さんがこれ写した時は必ずその写した一部をパックに入れて持って帰って、でそれを岩月先生が必ずその種でいいかどうかを確認して、で名前が出てるという。なるほど。もうそのヒノキゴケならヒノキゴケで間違いないぞって写真だけで終わってるんじゃなくて、写真に撮ったものの一部を持って帰って研究者の方がちゃんと顕微鏡下で見て確認して乗っけている。このぐらいプロの
写真家の方でもこう気使った写真じゃないと分からないし、でさらにはもう細かい種まで特定していこうと思うとその写真だけで分からなかったりもするってことなんですよね。下の中庭に小坪苔が生えていて、実際に小坪苔なのかっていうのを顕微鏡と図鑑を使って調べ方を教えていただけるということなので、実際に小坪苔を取りに行って顕微鏡で調べてみたいと思います。頑張ってください。この周りを押さえて、この1本をつまみずるずるずると取る。こんな感じ。はい。すると丁寧に優しく取ると他のところが傷まない。うん、一本一本取れます。はい。はい。じゃあまず実体顕微鏡の見方ですけれども、双眼鏡を覗くようにここがこう動きますので、開いたり閉じたりして像が一つになるところ、今一番倍率の低い 6.7 倍というので見てますから、台を動かして、根元の方から上の方までずっと葉っぱがどんな風についてるかとか、そういうのをご覧になってください。この実体顕微鏡は40倍までできますので、葉の形がどうなってるかなとか、葉の先端の尖り具合とかが見ることができる。これは綺麗。ここが茎があって、茎がちょっと茶色っぽいんですかね。苔は小さいだけで普通の植物とは形態は同じなんですよ。10倍とかあるいは20倍40倍にしてやると、我々が例えば松とか杉とか見てるのと同じ状態でこう苔を見てることになるんです。さらにこれが小坪苔だ、間違いなく小坪苔だというのは、生物顕微鏡の方で葉の形とかからその葉縁の巨子と呼ばれるこう突き出てるもの、それの状態とかを見ないと、この状態はまだ小坪苔かなっていうようなのを当たりをつけるための感じです。この実体顕微鏡は解剖顕微鏡とも言われるように、この下でこう葉を外したりします。ここにちょっと水を置いときます。で、つまんだやつをここに持っていくんですが、こっちが根元でこっちが先端ですから、葉っぱがこうついてます。こうついてる葉っぱはこういうふうに取った方が取りやすいので、これが逆にします。一つのピンセットで軽く押さえておいて、もう一つのピンセットで葉をつまんでこう取ったやつをここにピッと置いてやると。左手でこれは茎を押さえちゃっていいってことですかね。押さえて葉っぱを葉っぱは根元の方がいいんですか？そうです、根元の方がいいです。つまんで、して下の方に取れた。で取れたやつはそのスライドグラスにそこに水をつけてやる。これは何枚か取った方がいいんですか？何枚か形が壊れてない、根虫に壊れてないように。でちょっとピンセットでちょっと軽く押さえていただいて、次はじゃあこれは生物顕微鏡で、細胞の形とかを見ます。対物レンズが4倍、接眼レンズは10倍ですから、これで4と10で10倍、40倍になります。真ん中に持ってきました。そこを持って、カチャッと回してください。緑色のすごい粒々がいっぱい見えます。次がこれをカチャッとそうすると40と10で400倍です。さらに細胞一個一個の形が見えます。外に行くほどなんか潰れた感じの細胞になってる。縁の部分はこう細長い細胞でできてると思います。
そういう状態がこう種によってなるほど違ってきますので、それをはい、見ていく。そうそうそう、はい今これを見てもらってるんですけど、はい塗布した茎を持っていただいて、葉っぱではい上の方だけに虚子が出る、ね、で細胞はこういう形をしていると、というふうにして種類ここまでやってくると初めてこう種がちゃんと区別できます、でここまでやんないとやっぱり苔は区別できないんですよ。でここまでやればもちろん誰でも区別できる、はい、苔をこう調べていくのに、おすすめの図鑑とかっていうのがありますかね。まずはやっぱりこの保育者の原色日本線という図鑑ですね、原色図版のところですね、はい、最初からずっとこう見ていって、大抵この辺だなっつうのなるほど分かりますから、写真ではなくてこうイラストなんですね。そうイラストで、しかも色がつけてある、実によく描かれています。でまずはおすすめはこれです。これで普通の種類は大体これで分かりますね。この平凡社の、これは日本の大体全ての種類の検索が、出てますからね。写真もね本当によく特徴が出てるからね、ずっと見てるとあれかなこれかなっつってね分かると思いますけどね。でもう一つのおすすめはね、染類でしたらねイラストレイティド・モス・フローラ・オブ・ジャパン、これが5冊組なんですけれども、これが日本の染類のほとんどがこういうふうにイラストが描かれてますから、大体この辺の仲間かなと思ったらこれをずっとこのイラストを順々に見ていくんです。あとね胎類はね、胎類の勉強したい方は大阪の市立博物館まだあるかどうかちょっと聞いてみないとわからないんですけれども、児玉勉先生がね、近畿地方の胎類というので、各グループの特徴がね全部こういうふうにイラストで書いてあるんです、これはね胎類の勉強しようと思ったらもう絶対これ、そういう図を見るんですね。そう、まずそうでどこがどういうふうに違うかというのがきちっと書いてありますから、写真だとね全体こうきちっとピントがあっていうのは難しいでしょう、やっぱり図でこういうイラストでないとねと書いてってこうなって真ん中辺がこうだとか縁はこうだとかね、から根元の方はこうなってるとかね、から付け根の部分はこんな風に細胞壁が厚くなるとかね、ゴリ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 書いていくんです葉っぱはこうなってるとかね。取ってきたやつが確かね、まずねこういう最終袋っていうので、自分の番号が書いてあって、でどこで取ったか、光がどうの水がどうので、大事なのはこのスブストラータ生育器物です、土か岩か木か腐木かというのをずっと書いていって丸したりとか、それからこう書き込んだりとかね。でもちろんいつどこでですよね。これは茎が這う仲間ですので、こうばらしてですね、どういうふうに茎が伸びて、新しい茎はどこからどういうふうに出てくるか、それから枝はどういうふうに出てるか、間違わないように必ずこの番号をね、これが自分の標本番号なんですよ。この番号はこれ1点しか世界に存在しない。この標本についてる番号です。そうそうそうね。そうなんです。でこういうやつは全部ここから取りましたよと。3798から取ったその一部ですよっていう。小分けしたやつ、ラベルを作ってね、いつ、どこで誰がの何番と、このデータが大事なんです。普通の人はここに書いてある種名が大事だと思うかもしれんけども、ここはもうこの標本を見た人によって変わるんです。ここは、中身は変わらないですよね。そうなんですよ。だから標本が大事というのもそうなんですよ。こういうものがあるというのを自分がこう確信を持つためにはね、やっぱりたくさんの標本を見て初めてこう確信が持てますよね。とにかく標本はね、いくらあってもいいです。
究組織というよりは愛好家組織みたいな感じなんですよね。そうですね。はい。一人で苔が好きなんだけど、周りに苔好きいなくて、友達欲しいなみたいな人でもいいですかね。いやいや、もうそういう方大歓迎大です。歓迎ですかね。西村さん、そういう研究じゃなくて、そういう一般の方との交流も楽しかったりします？いやいや、もちろんそうで、もっともっとね、こう苔好きなんですっていうね、裾野が広くないと、ちょっと苔の研究してみたいとかね、そういう人も出ないだろうとそうですよね。苔に目が行くようになると、苔の目ができるって我々呼んでるんですけれども、いろんなものが見えてくるんですよ。やっぱりその自然の中に入ってこういろんなものを見るときに、やっぱりそういうそのいろんなものが目に入る、それは非常に大事なことで、そしたら別にその苔じゃなくても他の仕事したりとかね、他のものを見たりするときに、やっぱりそれはそういういろんなことに気づくとかね、非常に大事なことを。今屋久島に活動拠点をもう一箇所作られているということで、作ろうとしているオカモスハウスみたいな研究ができる場所を作るような予定なんですか？作りたいと思ってるんですよ。今のところレンタル別荘をお借りして顕微鏡たくさん置いといてね、来た人がとにかく顕微鏡でね苔を見れるように、屋久島苔の学校いいですね。いいですね。苔って本当にいろんな楽しみ方があるんで、その楽しみ方っていうのはもうみんな違って当然で、自分が好きなことをやればいいわけでね。でその時にやっぱりいろんな人とこう交流しながらやると、やっぱりそれは楽しいですよね。オカモスがねそういう場になればいいかなと思って。